こんにちは、北村チャンネルです。本日はニコンのフルサイズミラーレスカメラ Z8 に待望のファームウェアアップデートバージョン 2.00 が公開されたということで、実際に使用しながらご紹介してまいります。ニコンのミラーレスカメラのフラッグシップ Z9 の性能をこの小型軽量ボディに凝縮したのが Z8 です。Z9 よりも携帯性や機動力に優れているのが特徴です。そんな Z8 に Z8 発売以降初の大型ファームウェアアップデートがやってまいりました。では早速実際に使っていこうと思います。ではまず使用していくのがこちらの 180mm から 600mm のレンズです。今回のファームウェアアップデートの目玉で被写体検出モードに鳥専用モードが追加されました。今までは動物モードに内包されていたのですが、アップデートで専用モードが設置されました。フラッグシップ機の Z9 にもファームウェアアップデートで鳥専用モードが追加されましたので、ついに Z8 にも来たかという感じですよね。このように鳥の全身だけではなく瞳も検出してくれているのがわかります。AF エリアはこのように細かい枝の中にいるときや顔を細かく動かしているときはオートエリア AF での検出は難しいため、それよりも小さいエリアモードに設定して検出させてからオートエリア AF に切り替える場面が多くありました。Z8 の高速連続撮影は秒間約20コマ、さらにハイスピードキャプチャープラスでは秒間約120コマでの連写も可能ですので、組み合わせることで野鳥撮影も快適にできそうです。ニッコール 24mm から 120mm F4 のレンズも使っていきます。では、オートキャプチャー機能を使用してみます。こちらのモードは、あらかじめ設定した撮影条件を満たすと、被写体を自動で静止画、動画撮影できる機能です。撮影条件は、モーション、距離、被写体検出の3種類から選択可能で、その他細かく条件を設定可能です。ですが、被写体検出選択時の注意ポイントとして、ここでは鳥専用モードはないので、鳥を撮る際には動物モードを選択することになります。スタンダードやビビット、風景などのモードがあるピクチャーコントロールに、新たにリッチトーンポートレート、フラットモノクローム、ディープトーンモノクロームが追加されました。リッチトーンポートレートは、肌の回調の豊かさ、質感が特徴のモードです。搭載されている人物印象調整や美肌効果との組み合わせで、ポートレートがよりリッチな仕上がりになりそうです。さらに、ZF で搭載されていたモノクロモード、フラットモノクローム、ディープトーンモノクロームが追加され、全部で3つのモノクロモードから選択可能になりました。同じモノクロながらに、それぞれ回調特性が違うので、こだわりのモノクロ表現を追求できます。操作系もかなり自由度が高くなりました。まずは機能を割り当てられるボタンに再生ボタン、オートブラケティングボタン、ホワイトバランスボタンが追加されました。さらにカスタムボタンの機能撮影やカスタムボタンの機能にも様々な機能が追加されました。中でもかゆいところに手が届くなという機能として AF エリアモード循環選択をカスタムボタンの機能として追加されたという点が挙げられます。今までは I ボタンを押してその画面から変えていた方が多いと思うのですが、それが割り当てたボタンを押すだけで変更可能となりました。これはボタンを押したままダイヤルを回すのではなく、ボタンを押すだけで変更可能なので、手を持ち替えたりする必要もなく非常に便利です。また、マニュアルフォーカス使用時には拡大した画面から元に戻すには縮小ボタンを押す必要がありましたが、シャッターボタン半押しで拡大表示解除ができるようになりました。細かいことではあるのですが、かゆいところに手が届くアップデートだと思います。さらに、フォーカスポイントの枠線の太さも3段階で変えられるようになりました。風景撮影するときなどにも、枠線が細いと意外と紛れて分かりにくくなってしまったり、逆に線が太すぎて被写体を確認できなくなってしまうということもあるので、好みの太さに調節できるのは嬉しいポイントです。もう一つ撮影機能として露出リレーモードも搭載されました。
こちらはシャッターボタンを押してから約 0.2 秒から3秒後にシャッターが切れるように設定可能なモードです。セルフタイマーとも似ていますが、カメラブレを抑えつつもシャッターを切ったタイミングと撮影したいタイミングを微調整できる機能になっています。静止画を拡大再生しながらコマ送りする際に顔検出位置に合わせて検出枠を移動してくれる設定でピント位置優先顔検出が搭載されました。こちらはメインのコマンドダイヤルかサブコマンドダイヤルに設定可能です。その他、ピクセルシフト撮影機能も追加されました。複数枚のローファイルを専用ソフト NX スタジオで合成することで、より高い解像度の写真を得られる機能です。また、動画モードでは N ログで撮影時の最低感度が RAW2.0 まで拡張されました。ISO800 から約2段分のISO200 相当での減換が可能になりましたので、絞り開放付近での屋外での撮影などにも自由度が上がりました。いかがでしたでしょうか？今回の大型ファームウェアアップデートで、より幅広い撮影や操作性の向上が実現されました。ファームウェアアップデートのダウンロード方法などは、概要欄にありますリンクからご確認ください。本日もご視聴いただきありがとうございました。